皆さんこんにちは、フリードミエジルです。今回は、スマホ版テラリアの自宅サーバー構築について、説明していきます。各ファイルのリンクは、概要欄に書いておくので、後々確認してください。テラリアといえば、長年愛され続けているマインクラフトの 2D 版と言われるほどの人気ゲームで、魅力的なドット絵と独特な世界観を交えた探検型建築 RPG です。そんなテラリアですが、アップデート情報やサーバー構築の情報は PC 版の方が断然多いので、スマホしかプレイしてないフリードミエジルが知り得る情報を詰め込んで動画化して紹介させていただこうと思います。なぜ、アプリ内でマルチプレイが基本搭載されてるスマホ版で自宅サーバーを用意するのか。目的は3つあります。1つ目、外部、友達へ、ワールドの公開。2つ目、コマンドが使用可能なマルチワールド。3つ目、スマホのバッテリー消耗対策。それぞれ軽く説明します。1つ目の、外部、友達へ、ワールドの公開。スマホ版のテラリアでも、家の外の友達ともマルチができるとなると、楽しいですよね。この葉サーバーを使って対応できるかもと思ったのですが、この葉公式によると、Steam 版にのみ対応、と記されているので除外します。テラリアに限らず、自宅サーバーを一度立てたことがある人はわかると思うのですが、ルーターの設定や、場合によってはウイルスソフトの、ボート開放作業が必要になります。ケースバイケースな不具合もあったりして、詳しく話すと難しくなるのでこちらも割愛します。2つ目の、コマンドが使用可能なマルチワールド。スマホアプリ版のマルチだと、コマンド機能は基本搭載されてないので、クリエイティブなプレイをしたい時に不便を感じたりします。ここはマイクラとは大きく違うところかと思います。しかし、自宅サーバーを立ててプレイすると、NPC を無限に召喚したり、欲しいアイテムを欲しいだけ出したりできるので、プレイの幅が広がるのではないでしょうか？他のプレイヤーのところへ、テレポートとかもできたりしますよ。3つ目の、スマホのバッテリー消耗対策。家族、兄弟で家の中でプレイしていて、サーバーホストになった人のスマホが、激アツで充電してるのに電池が減る、とか経験はありませんか？その負担を、パソコンに引き受けてもらうことができるんです。ホストになる端末は、接続人数分のキャラの動き、敵の脇、ダメージ計算、などなど、スマホには荷が重い作業を、同時に強いられます。そこで、縁の下の力持ちである、サーバーパソコンさんに頑張ってもらうわけです。これで、あなたのスマホの寿命を、少しでも伸ばすことができるはずです。メリットを簡単に3つ、説明し終えたところで、サーバーを構築するには、どのように準備を進めたらよいか。早速ですが、まず、準備するものは、こちらです。サーバーを動かすための、パソコン、サーバーに接続するための回線、サーバープログラムである、G-SHOCK、そしてスマホアプリの、テラリア、です。パソコンの性能は最悪、10年前のノートパソコンでもいいレベルです。そこまで気を使わなくても良いでしょう。次に、回線。家庭内で利用するなら、Wi-Fi の元となる、ルーターに繋がっていれば問題ありんせん。あとは、Windows のスタートボタン横の、虫眼鏡を押して、検索窓で、CMD、と打って出てきたコンソールウィンドウに、ipconfig、って打ち込めば、パソコンのアドレスがわかります。そこに接続するだけです。家の外から繋ぐ場合は、それなりに大変なので、頑張れる人が各自調べて頑張りましょう。うちの回線は、解消できない二重ルーター問題で、外部向けの公開は諦めました。それでは、本題のサーバープログラムの、G-SHOCK です。まず概要欄のリンクから飛んで、GitHub から G-SHOCK のプログラムを、ダウンロードしましょう。2022年7月時点の、スマホ版テラリアのバージョンは、1.4.3.2 なので、G-SHOCK 4.5.10 のリリース 1.4.3.2 の ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードが終われば、適当な場所へ解凍してフォルダを開きましょう。次に解凍されたファイルの中にある、テラリアサーバー、.exe を起動してコンソールウィンドウが出てくるので、一旦そのウィンドウを閉じて、フォルダ内を確認するとファイルが色々増えてます。増えたものの中から、G-SHOCK のフォルダを開き、config.json をメモ帳などのテキストエディタで開きます。このファイルでサーバー内の様々なルールなどの設定を行うことができます。セキュリティの設定などは、各々の判断に任せるとして、省略させてもらいます。まずデフォルトの設定だと、ボスの召喚アイテムすら使えないので、デフォルトゲストグループネーム、グエストの項目を探し、グエストの文字を
スーパーアドミャンに書き換えると、管理者権限を参加するプレイヤー全員に付与されます。あとは、もう一度、テラリアサーバー、.exe を起動して、ワールドを作って、サイズを決めて、難易度を設定して、汚染された土地の種類を決めて、名前と、シード地を設定すれば、あとは世界が生成されるログを眺めて完了を待ちます。これで設定完了です。最後に作ったワールドを立ち上げて、スマホのテラリアマルチの画面から、パソコンの IP アドレスにアクセスをします。ポート番号はデフォルトで7777です。サーバーが立ち上がりました。それではスマホから、ログインをしていきます。ログインできました。あとは思う存分楽しむだけですね。コマンドの一覧は概要欄にリンクを貼っておくので、そちらを確認してください。アイテム ID などは、Wikipedia を見ると良いでしょう。おまけで、パソコン版とスマホ版のクロスプレイをしてみた動画も用意したので、こちらを見ながらお別れとしましょう。パソコン版とスマホ版は、現行バージョンが異なるので、パソコン側を、スマホ版と同じバージョンに下げて、対応しないといけません。バージョンの下げ方を知りたい方や、どうしてもスマホと一緒にやりたい方が多ければ、次の解説動画を準備しようと思います。次の動画が出るまで、結構時間がかかると思うので、期待せずに、ゆっくり待っていただけると嬉しいです。この動画で、わかりにくいところなどあれば、コメント欄でお答えします。またリクエスト等あれば、時間がある時にお答えしたいと思うので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。